どうも、日本語で喋りましょうの太郎と、木村です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語率付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日はリスナーの方からリクエストがあったので、子育てについて話したいと思います。はい。でまだね、俺も木村も子供はいないんだけど、自分たちが子供の時にどんな風に育てられたのかっていうのを元に話していこうと思います。なるほど。はい。でまず話したいのは、子供の時親に褒められたかどうか。うん。俺は結構ね、母親は時々俺のことを褒めてくれたけど、父親になんか褒められた記憶がね、全くないんだけど、どう木村は親にさ、褒められた記憶ある？そうね。なんかちっちゃい頃は、幼稚園ぐらいの頃うん。とかは結構褒められた。っていうか自分も結構いろいろ、なんか幼稚園の時が一うん。番人生の全盛期だったんじゃないかって思うぐらい運動神経も良かったし、なんあ、かそうなんだ。勉強もできたし、みたいな結構褒められてたけど、うん。それ以降はあんまりちょっと覚えがないかな。そうなんだ。うん。人生のね、全盛期めっちゃ早いね。めっちゃ早かった。そう。結構勉強も、なんか、クモンやりながら、うん。なんかクモンですごく、結構ね、幼稚園の時にもう中学生ぐらいのなんか国語とかやってて、幼稚園の時に。そう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 。あ、すごいね。で、どんなことで褒めてもらったかっていうのもちょっと話したいんだけど、今木村公文で褒めてもらったって言ってたけど、俺もやっぱり小学校の時にテストでうん。100点取ったりとか、うん。時々母親が料理しているのを手伝ったりとか、お皿洗うのをうん。手伝ったりするのをして褒めてもらったかなっていう記憶があるんだけど、木村はどんなうん。感じ？そうね、テストでいい成績を、取ったりとか、うん。お使いね、結構活かされてたから、まあそういううんうん。のね、でよくよくやったね、みたいな。うんうんうん。うん。で、どんな風に褒められるかっていうのも話したいんだけど、うん。そんなにね、なんか褒められたって言っても、うちでは、ありがとねって言われたりとか、うん。何か家事を手伝ったりしたら、100円とか50円とかお小遣いをくれたりっていう感じの褒められ方だったんだけど、どう木村覚えてる？そうね、なんか言葉でもうすごい褒められたっていうよりは、俺もその買い物行ったらなんか買っていうん。いよみたいな。うんうんまあ、よくやったから、アイス1本ぐらい買っていいよ。お菓子、100円まで買っていいよとかみたいなね、うん。うんうん。感じかな。ああ、じゃああんまり言葉で褒められるってより、なんか、お小遣いもらったりとか、お菓子買っていいよって言ってお菓子買ってもらったりとか、そっちの方が多かった。そうね、なんか物に釣られてたと思そうね、うわ。うん。俺もちょっと似てるかも。で、褒め言葉で言われたのは、なんか、さっき今ありがとうって言ったのと、あと、すごいじゃんっていうのも言われたかな。ああ、すごい、そうね。よくやったねとか、すごいねとそうかそうそね。う。すごいね、よくやったね、ぐらいだね。ああ、うん。なんかあんまりそれ以上の褒め言葉ってのは、どうなんだろう。俺は聞かなかったけど、ね、他の国ではもっとたくさん褒めそうな感じするよね。そうね。なんか、日本の多分親と子の接し方とかうん。と、海外の親と子の接し方ってちょっと多分違うと思ってて、うん。もっと海外の方が、まあ、海外って言ってもすごいね、いろんな国があるしさ、うん。まあ、ひとまとめにはできないんだけど、うん。もっとハグしたりとかさ、キスしたりとうん。かさ、
みたいな、そういう褒め方とかも、うんを海外ではする一方、日本ではもっと、なんだろうね、あんまり表現しない気がするよね。ありがとうとかっていうのを、うんうんうん。あんまり大げさに表現することはないかもね。うんうんうん。うん。どう実際自分子供の時にもっと褒めてほしかったなってのは今振り返ってみてさ思う？と褒めてほしかったな。いやー、どうだろうね。俺さ、俺うん一人っ子だからさ、うんまあそもそも自分が欲しいなと思うものは手に入ったし、うん例えば兄弟がいたりしたらさ、ね、うんそのものを分けたりとかするし、うん兄弟同士比較されたりとかもすると思うね。そうだね。だから、ちょっと対応も変わってくると思うんだけど、俺うんは一人っ子だったから、なんか自分とそれを比較する対象がないというか、まあ、褒めらうんれてなかったわけでもないし、うんうんかといってすっごい褒められたわけでもないかな、みたいな。自分がやったそれ相応の褒め言葉をまあもらったかなっていう感じだよね。そう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 、別にそれが大げさにでもなく、うんあの、足りなくもなく、みたいそうね、可も不可もなくなんかそのな。ままの報酬をもらうみたいな感じだよね。うん、うん、うん、そう、そういうこと、そういうこと、言いたかったな、そういうこと。うんうん、確かに確かに。で次はどんな風に親が子供を怒るのかっていうのも話したいんだけど、うんうん、まず俺はね父親にはあんまり子供の時怒られた記憶はないんだけど、うん。母親にはね時々怒られたかなっていう感じだった。うん、木村の家庭ではどうだった？そうね。あんま怒られたことなかった気がするな。小学あ、生のそう。時ぐらいが結構怒られてたかもしれんけど、それ以降、別になかったと思う。結構甘やかされて育った？そうね。うん、そう思う。自分でもそう思なるほどね、なるほどね。結構ね、俺はね、子供の時、空手やってたんだけど、正直う。あんまり好きじゃなくて、で、うん。空手を時々サボったりしてたのよ。あ、そそう、そういうことをした時に、なんか結構怒られて、うん、なんか、なんでそんな嘘ついたのとか、なんで空手行かなかったのつって怒られたことはある。う。あうん。あ。うんうんうん。で、その時怒られた時も、結構これも日本っぽいのかもしれないけど、なんか家の外に締め出されて、家に鍵かけられて、もう家に帰って来ないでみたいな。もうあんた外にいなさいみたいな風に言われて、家から追い出されたっていう記憶がある。あ、本当？そう。で、俺あ、は泣きながら、家の中入れてよっつって。いや、それ俺もあったな。その時に、じゃあ俺みたいに家から追い出されたの？家、玄関の外に出されたんじゃないけど、うん。玄関と、あのうん。キッチン、リビングエリアに行くまでの、うん。なんつうの、ちょっとした通路みたいなところに、うん。あの、真っ暗で閉じ込められうんうん。たみたいな覚えはあるような気がする。なるほどね。じゃあ家の外じゃないけど、そのリビングから締め出されたっていう感じ。そう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 。そう。うんうん。じゃあ結構この締め出すってのは日本のね、怒り方で結構一般的なのかもしれないね。そうね。うん。でもなんかちょっと、今では結構、それもどうなのかみたいなね、言われうん。方をするし、なんかそそうね。れがちょっとトラウマになっちゃうとかね。うんうん。確かにそうかもしれないね。だってさ、確か秋田県のさ、生ハゲだっけ知ってる？うんうんうん。生ハうん。ゲね。それもはいはいはい。結構子供が悪いことしないように鬼が来て、で、鬼が子供を叱るっていう風習なんだけど、それも最近はちょっと怖すぎるとか、トラウマになるって言って、やらない家うん。庭もなんか増えてるって俺聞いたことあるもん。じゃあ、次はね、自分が親になったらどうやって子供を育てたいかっていうことも話
話したいんだけど、うんうんうん結構褒めて育てたいと思う、自分の子供は。いやー、その褒めすぎもね、良くないと思うよね。うんうんうん、確かに確かに。俺も、もうそもそもね、自分があんまり褒められてこなかったから、まず褒めるのが苦手ってのもあるし、なんか褒めすぎて、なんか自信過剰みたいになっちゃったらどうしようっていう、懸念もあるのよね。うん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 、だから、そうね、もちろんね、家庭とかを見てあげて、そこを褒めてあげるってのも大事だけど、うん、褒めすぎると、やっぱりさ、日本語で言うじゃん、甘い言葉って言うじゃん、褒め言葉は。うん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 やっぱ甘い言葉をこう食べすぎると太っちゃうんじゃないかなって思っちゃうからさ、俺は。うん。ああ、なるほどね。そうそうなるほそう。ちょっとそどなるほど。このね、褒め言葉のダイエットもなんか時には必要なのかなって思ったりする。うん。うまいうん。ね。そうそうそう。で、やっはぱり多分木村もわかると思うけど、結構さ、悪いことしたら怒られて、で、家から締め出されてとか、あと学校でもさ、怒ってくれる先生とか結構いて、そのおかげで、なんか、いいことと悪いことのなんか判断が今つくようになったんじゃないかなって思うから、やっぱり怒るとこもちゃんと厳しく怒った方がいいのかなって俺は思うんだけど、どう木村は自分の子供にちゃんと怒れそい。いいかダメかっていうのを判断できないう？うんうん時期っていうか、うん。状況の時はもう、ダメって言った方がいいのかなとも思う。はっきりそのね。なるほどね。ちょっとまだ小さすぎるときは、その理由を説明しても意味がわかんないから、そこはちゃんとダメって強く言うけど、わかるようになったら、ちゃんとどうしてそれがダメだったのかも説明してあげるのが大事ってことだよね。時代とかね、家庭によってもやっぱり子育てっていろいろ違うと思うけど、まあこんな感じでね、うん。今日は自分たちの経験をもとに話してみました。ということで今日は子育てについて話してみました。皆さんの国ではどんな風に子育てしていますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容のフリーガナと英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人はリンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。